理想的なインナーダウンを手に入れることができました。皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では2021年の10月15日に発売されたユニクロとホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションアイテムであるウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットを紹介します。このアイテムが気になっているという方の参考になれば大変嬉しいです。まずはこのアイテムの基本的な情報です。価格は消費税込みで7990円です。生産国はベトナムです。素材は表側がナイロン 100%、 中綿はダウン 90%、 フェザー 10%、 裏側はナイロン 92%、 複合繊維ナイロンが 8% となっています。この製品はユニクロとホワイトマウンテニアリングという日本のブランドとのコラボレーションアイテムです。ウルトラライトダウンという名の通り、ユニクロが今まで継続的に作ってきたウルトラライトダウンがベースになっています。今までのウルトラライトダウンとはデザインや形が違うのはもちろんですが、まず注目したいのは表側の素材です。右側にあるのは私が2019年の秋冬シーズンに購入したユニクロのウルトラライトダウンコンパクトジャケットです。この製品と見比べてみると表側の素材の違いがよくわかります。右側のウルトラライトダウンコンパクトジャケットの表側の素材はご覧のように少し光沢のあるナイロン素材です。これに対して今回私が購入したウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットの表側の素材はこのように光沢感が抑えられたマットな風合いになっています。また生地をよく見てみると格子状の筋のようなものが入っていることがわかります。この生地はリップストップという生地です。その名の通りリップ、つまり避けることをストップ、止める特徴があります。通常のナイロン素材に比べてより強い耐久性が期待できます。次はディテールを順番に見ていきましょう。表面的に分かりやすいデザインの特徴はアイテム全体に入っているウェーブ状のキルトステッチです。中綿を抑えるために入っている貫通ステッチの形状が以前のウルトラライトダウンのように横断の直線のステッチではなくひょうたん型のウェーブ形状になっています。フロントはドットボタンで開け閉めをするようになっています。右前端のドットボタンが打たれている箇所には補強としてこのようにテープが叩きつけられています。ネックラインから前端にかけてはパイピングで始末されています。また胸の高さの位置にはファスナー付きのポケットがついています。左右両側についていて大きさもなかなか大きく十分な収納力です。ポケットはこの両胸のファスナー付きポケットだけではなく両脇にもついています。こちらも十分な大きさです。ハンドウォーマーにもなるのでかなり使い勝手が良さそうです。肩周りに注目してみるとなかなか凝った作りになっています。腕が上がりやすく動かしやすいラグランスリーブで作られています。ただしそれだけではなく脇から袖口にかけて細長い1枚のパーツで切り替えられています。このパーツがマチの役割を果たすことによってより腕が上がりやすく動かしやすい設計になっています。後ろ側に注目してみても肩から袖にかけて立体感のあるシルエットを作り出すためにパーツが切り替えられていることがわかります。この辺りの作り込みの細かさに作り手の強いこだわりを感じます。袖口はこのように伸縮性のある素材でパイピング始末がされています。裾に目を向けてみるとまるでシャツの裾のように緩やかなカーブを描いています。前側に比べて後ろ側が少し長くなっているデザインです。裏側はこのようになっています。裏側の素材は表側とは違い少し光沢感のあるツルツルした素材です。以上このアイテムのディテールを紹介してきました。次は実際に着用した状態をお見せします。私の体型は身長が180センチで体重は65キロです。今回紹介しているアイテムを着る前に私が現在ベースにしている上下の組み合わせを紹介します。トップスはユニクロの
エクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖です。ホワイトの XL サイズを着ています。パンツはコムデギャルソンオムドゥのテーパードパンツを履いています。ブラックの M サイズです。スニーカーはニューバランスの M1300CLS28 センチを履いています。ソックスはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックス M サイズを履いています。この基本の組み合わせに重ね着をします。比較対象として今まで秋冬シーズンに愛用してきたユニクロの2019年秋冬シーズンのウルトラライトダウンコンパクトジャケットを着てみます。ブラックの XL サイズです。このアイテムを購入した当時は私のトップスに着るベースはエクストラファインメリのクルーネックセーターでした。その後2021年の5月からはトップスに着るベースがシャツに変わったので重ね着をした時の印象が以前とは異なります。ご覧のようにこのように重ね着をするとシャツの裾がやや多く見えすぎているという印象です。かといってシャツの裾をパンツに入れるという着こなしはしたくないので今年の秋冬のインナーダウンは何を着るべきなのか悩んでいました。もう少し着丈が長くゆったりしたシルエットのインナーダウンがあればいいのにと思っていました。そのようなインナーダウンがあればこのシャツに合わせた時に非常に収まりが良いのではないかと考えていました。そんな中発売されたのが私が今回紹介しているウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットです。写真やサイズスペックが公表された時にすぐに購入することを決めました。私が購入したのはブラックの XL サイズです。実際に着用してみるとこのような感じです。商品名にはオーバーサイズという表記がありますが極端に大きいという印象はありません。程よくゆったり感があるという程度の印象です。サイズの選択については私の場合 L サイズでも問題なく着ることができましたが袖丈や着丈の長さが L サイズでは少し物足りなかったので XL サイズを選びました。実際に着てみた感想は予想通りの大満足でした。何よりもこの着丈のバランスが私のニーズにぴったりでした。こうして後ろから見た時の収まりが狙い通りです。シャツの裾が大きくはみ出ることがなく収まっています。まさに私が求めていたバランスです。前から見た時の白の見え方の分量も気に入っています。ウェーブ状のキルトステッチのデザイン感や光沢が抑えられたマットな質感も良好です。肩周りの丸みのあるシルエットも好きなポイントです。このように腕を上げたり回したりしてみると動きやすさを重視したパターン設計を実感することができます。このように実用的な面でも進化しているということは着る側としては嬉しい限りです。インナーダウンとして着ることはもちろん本格的に寒くなる前のアウターとして着ることもできそうです。そんな場面を想定してバッグを合わせてみました。バッグは現在私が愛用しているウォレットコムデギャルソンのレザーのトートバッグです。このようにアウターとして着用しても十分様になるアイテムだと思います。冬が来たらこの格好にコートやマフラーや手袋を付け足していけば十分快適に過ごしていけるのではないかと考えています。そうすればニットやスウェットを持つ必要もないので全体として持つべき洋服を少なめに抑えることができます。今回このアイテムを購入することによって私のインナーダウンに対する不満を一気に解消することができました。かなり良い買い物をできたと思います。これからこの上に重ね着をしていくのが楽しみです。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。